こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今回はですね、三重県産菰野町の牛を仕入れることがやっとできました。そのお話と内原のここにバラ山、よく言われる中落ちカルビというところの僕、外し方、処理の仕方というのを簡単なご説明をしながらこちらのバラをさばいていこうと思ってます。今日もよろしくお願いします。8月4日に抱っことしてもらって、次の日もらいに来てたかな。5の10にやったでよかった。格付け表が最初に来たからよかったと思って、向こうも思ったんちゃうかな。俺も変ねやつやったらどうしようかなってすごく思ったけど、別にでもそれでもええかなと思っとった。あかんだらそれはそれで。それともう一つはこのこれ滋賀県で抱っことしてもらって、滋賀県の方、畜産公社の方が力を貸していただいたし、でこの抱骨をしてもらう人にもたまたま縁があって、する前に僕はやりますっていう子が見えて、いろいろしていただいて、丁寧にしていただいたから僕はすごく助かっております。本当にありがとうございます。まず最初にこの貝の実を外していきます。地元の牛を使いたい。そしてこの僕が住んでいるところは菰野町というところで、そこのファーマーズウィッシュさんというところはもう昔から僕も肉屋さんしてる時から知ってたんですよ。でもそこは割に皆さん人気があるところで、なかなかそこから仕入れるっていうことが今までのお肉屋さんが僕がしてる中でもなかなか仕入れることができなかったと。で今回それを自分でしようとした時に三重県で、全部それをやっていこうとすると、やっぱりいろんな兼ね合いで、なかなか仕入れることができないと。そして次はいろんな畜産公社に話をしに行って、今は一つは海外輸出とかいろんなので大変やからできないと。自分のところで抱骨して自分で全部ね運んで全部するっちゅうんやったら全然受け入れることはできるが、うちにはそこまでのね設備投資もないので、やってもらうのは仕方がなかったから、いろんなとこを探して。皆さんいろいろお力を貸してくれてね、うちでやったらこれしたろうって言ったけど、やっぱりいろんな兼ね合いがあって出来上がった点があって、それでようやく3年近くかかってやっと買うことができたから。あと一つは諦めなんだっていうところもあるしね、僕が、絶対なんとかしたろうっていう手もあったから、それが叶ったですごく助かってます。出荷の時も牛を車に運んで、そういうのを僕も一緒に行ったと。で前から僕が思っていたことがあって、こう生きてる牛ね、そういうのをそういうような食肉センターとかそういうような屠殺するところに持っていく時のこの自分のこの生きとる牛をね、で僕がその一声で選んだと、この子にしますみたいな、その一言で命が立つっていう、ちょっと心が痛いなと前からそういうのは思っとったんですよ。で現実に自分がやりだした時は心がちょっと痛いなってすごく思ってんけどね。ほんでそれが、屠殺されて、で枝肉で僕も何回も普段から見とるけど、やっぱり自分の選んだ牛がぶら下がっとるっていうのは、うわーなんかなってすごく思ったけど、でお肉をずっと見て抱っこされてこういうのを見ていくと、逆に前はいろんな人がその牛を抱っこしてすき焼きやったりステーキやったりしとる人の農家さんがね食べたりしとるのを見て、なんか心痛いなってすごく思ったけど、いざ自分がなったら食べたいなっていうのに変わったな、すごく。
せやけどやっぱりこう一つの命がなくなったことにまあ無駄にしやんと今までもまあ一生懸命こう全部捨てるとこをなくすためにまあ油は捨てるけどまあお肉は捨てやんようにで常日頃から僕は考えてるんですけどやっぱり自分で選んだ牛っていうのはやっぱりまたちょっと違うな、もっと大事にしやなあかんなっていうその思いがすごく、まあこれをやっていこうと思います。ファーマーズウィッシュさんの牛は割に肉性が濃いので僕はええなって前から思っとったんですよ。で通常ですと大体まあ5の10、11がメインやってんけどね。で僕もまあまあ12は別にそれに期待はしなかったんやけど12番やったからよかった。で12番でも桃系はやっぱりちょっと物足らんところもあったけどね今回のこの牛は。せやけどロースもまあ小刺しで肉性も良かったから僕としてはすごくありがたいなと思ってる。まあ血統もええやつやったよねこれ。まあそのようなやつを選んでもらって「稲垣さんこれどう?」って言ってでも一番その中で、3頭おったんかな3頭稲垣さんどれにするっていう話になっとってで一番最初に、思っとった牛がこの牛やったからもう買えやんかった。やっぱりこれにしといた方が良かったかなっていうのもあるかもしれへんけどもう最初に決めたやつでもうやり通した。僕は愛媛のね堀内畜産さんっていう人と、まあいろんなちょっとお話を会ったことはないんやけどいろんなこの牛についてのお話をさせてもらっとるんですよ。でその方がまあ熱い男の人で面白い人やから、まあ、ずっといまだにその方とももう1年ちょいぐらいかないろいろお付き合いがあるのでその方にいろんなお話を聞いてそんなん僕らがすっとこの牛がええって言ってそんなんできるわけないってその人も言うしやっぱり前も動画で言うたと思いますけれどもこうずっと通い続けていくとそのうち稲垣さんも足が止まる時があるとこれええんちゃうっていう日が来るといつかはなるって言われとったから僕もずっと今ファーマーズウィッシュさんのところにしょっちゅう通っていろいろ勉強しとるから僕らこういう生肉に関してはね大体わかるけど生きとる牛を見るっていうのはやっぱり僕らど素人やから新しい僕のまあ勉強というかもっといろんな人と出会いたいなと思う。だからもう1年近くなるけど去年9月は北海道の人に会いに行ったしなもう訳のわからん見知らぬ人がうちにお肉を送ってくれて稲垣さん使ってくださいとかね、びっくりするやん何万何十万もするようなもんよう俺に送ってくれた稲垣さんうちのお肉食べてくださいってなんか変なあれチェロかとか思ったもん。はいこれがカイノミです。まあここからまだ成形はしますけれどこのバラ山こういうもう邪魔なやつ邪魔っちかどうせ後で取ってしまうんやからもう最初にこいらを全部掃除しておきます。なぜしてしまうかっていうとこれ外してからこれ掃除するで結構手間食うから僕もこの時点でだいぶと掃除をしていきます。そしてここに骨がついとったとこやもんで、まあ脱骨された時にこの骨のちょっとした残っとるやつとかももうこの時点で全部取っていくと。そしてまあこれ脱骨する時にこの包丁傷、これはもうどうしてもこうやってなるんやけどもうこれも、ここに骨肌がついとったり骨がついとったりするからこの時点でもう全部これをついとる間に掃除を全部していきます。そっちの方がやりやすいんですよ。で後でこれ外してからまあ何回も言うけど掃除しようと面倒くさいのでもう先に全部やってしまうと。でこの時にまあこういったちょっと長い届かないのでね短いやつやとこういうふうに
全部きれいにもう掃除をしてしまうと。でどうしてもこのよく切れるナイフでやると欠けたりするから、その辺は仕方がない。でこれがここにあってこれが届かん時はもう外してから取ってしまうとっていうのが僕のやり方です。お肉と内臓はもう別格なので、うちはその内臓組合さんからもらっとるから、その内臓組合さんが、たまたま前からちょっとご縁があったから譲ってもらえたと、でこのファーマーズウィッシュさんの内臓は割に廃棄がないと、基本割にいつも20丸が多いって言った。次僕が買う牛は、32、3ヶ月の牛を、作ってもらう予定で今動いてます。であと来年からは菰野町の菰野町っていうのはマコモというのが人気というか、なんていうやろ、その菰野町ではそういうのをやっとるもんでマコモのだけっていうで、それを食べ足すことによって、内臓が良くなるのかな。加藤さんが加藤さんちかファーマーズウィッシュさんがそうやって調べてそれしたらそうやって言うとったから。せやけど僕らも内臓入ってくるっちゅうと大体2日かそれぐらい経ってからの内臓が入ってきとったけど、初めてああいう本当の新鮮やな内臓初めて見た。また考え方が変わったかな。なるほどと思ってすごく勉強できた。だからかっていう色合いとかなぜここがこうなるかとかな、僕の YouTube を見てくれてる人がおったもんで話も早かった稲垣さんってもう勝手になったから、その辺はやっぱこうすごいなと思う。これがさっきの中落ち、これだいぶともう掃除してあるで、あとは手直しちょっとするだけやし、でここのねこの骨やったり骨肌取るのがすごく後で取ろうと思うので、これ結構面倒くさいね。これどうしてもこういう中にちょっと骨やったりあんながついとったりするで、その辺はこう手直ししてからやったってで、今こういう時期やとこう肉もタラタラになるもんで、早いうちにこの骨の周りっていうのは美味しいんやけどね、こうよう見てみようとこうやってこういうちょっとのこのちょっとしたこの骨、こういうのがついておるから、ここはどうしてもそうなるんよね。骨がついてしまうで、こういう骨がこれ知らず知らずナイフで切ったりすると歯かけるし、そして食べる人も食べた時に歯にカーンってくるから気をつけよう。はい、今回はうちの内原、三重県産ですのこの中落ちの僕なりの、こうした方がやりやすいですよというお話になりました。今後うちの方でもですね、一般のお客様にもこういった焼肉やったりすき焼きやったりそういったサイトを今作っておりますので、もし食べてみたいなっていう方はそちらの方からお買い求めもできますのでよろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますので、この機会にぜひお友達追加の方よろしくお願いします。もうちょっと苦戦してもよかったかなと今では思う。でもそれ終わるまでは変なやったらどうしようかな、どうしようってすごく思ったけどな。